点と点がつながるという話をしたいと思います。なんかそうよく聞かれるのが、どうしてアート思考の授業を始めようと思ったんですかとか、STEAM 教育とか探究学習とかにつながるけど、そういった問題意識があったんですかとか、なんかそんな風に聞かれるんですが、今はですね、アート思考っていう言葉は私も使ってますし、STEAM にも探究にもつながるなっていうふうに確信しているんですけれど、初めからなんかそういったものを目指して STEAM 教育を実現するための教育プログラムを作ろうとか、授業案を作ろうみたいなところから入ったわけじゃなくて、いろいろ自分なりになんか考えたりモヤモヤしてやっていく中で、形がなんとなくできていって、で後から振り返ってみた時に、これはアート思考であるなとか、これは STEAM であるなとか、探究であるなみたいな意味ができていったっていうことなのかなと思ってます。私は小さい頃からやっぱり物を作ることも絵も描くことも好きで、もう美術の成績は実は私はいつも5っていう、そういうタイプの子でした。高校卒業してちょっといろいろ迷いもあったんですが、結果的には美術大学に行って、主に絵画制作をする研究室に入って、私自身制作してきた人間です。でその後美術の先生になって、東京都内の中学校でフルタイムで働く教諭として数年間働いて、で教育の仕事は今も昔もずっと大好きだったんですけれど、でも数年間働いた時になんか新しい挑戦をしたいなっていう気持ちがムクムク湧いてきて、でそこで一大決心して、フルタイムの仕事を一旦退職して、で大学院に行って美術教育とあと絵画の制作をするような研究室に入って、もう一回学び直しをしたっていうことがあります。で大学院に入ってからもパートタイムの仕事としてはずっと教員の仕事は続けていて、美術の先生はしていたんですけれど、でも以前とはもう全然状況は違いました。以前毎日朝から晩まで仕事していて、でもそれが週数時間の仕事になって、大学院の授業も実はそんなに授業自体があるわけじゃないので、時間がいっぱいあるんですよね。でフルタイムで働いてた時はもう時間があればいろいろできるのにとか、時間が欲しいってずっと思ってたんですけど、でもいざ入ってみるともう時間を持て余しちゃいましたね。やろうと思っていた絵画の制作もなんか思うように打ち込めない、なんか迷いも生じてきて、なんで絵描くのかなとか、なんかそういうことから考え始めたら、何のために大学に入ったのかなとか、なんかそんな悶々とした日々がありました。でもその時間がきっかけになって、今まで美術について作品ありきで考えていたけれど、アートの根っこについて考え始めたのがその時期でした。パートタイムの仕事として美術の先生も続けていたので、こういう、生き方としてのアートって言ったら大げさかもしれないけれど、こういうアートを子どもたちにも伝えていきたいなってすごく思うようになったんですよね。そうすると逆に今までの美術の授業とか、今まで自分がしてきた美術の授業にもすごく違和感が湧いてきて、いかに作品ありきで作品を作ることでそのための美術だと思っていた、かつての自分の授業にそれを一個一個疑っていったりとか、なんか壊していったりとか、自分の中ではいろんな挑戦をしていって生徒たちと授業を作っていった。これは面白いっていうような確信が自分の中にあって、生徒たちの反応を見てみても、でもそれをなかなか周りの人たち、大学院の仲間とか周りの先生に伝えられないなっていう葛藤もあって、それを本という形にして書いて人に伝えたいなっていうふうに思って本を書いたんですよ。それが私にとっては大きいターニングポイントになってます。点と点がつながるっていう話に結びつけるとすると、悶々としながらやってきたことがなんとなく授業という形になって、でそれを本にしてみたことでたくさんの方に読んでもらえることになって、でそしたら読者の方々から「これはまさに STEAM 教育ですね」とか「探究学習ですね」とか、ビジネスの世界の人たちから「今これはビジネスの世界で求められていることですよ」とか「人生100年時代を生きる上の心の指針になりますね」とか、いろんな意味が後から生まれてきた。なんかそんな風にして点と点がつながって、初めに何かを実現しようと思って作ったわけじゃなかったけれど、後から意味が出てきたなっていうふうには思ってます。